家庭用 DV 方式ビデオカメラの登場で、私たちもこれまでとは全く違う高画質、高音質のビデオ映像を簡単に撮ることができるようになりました。このビデオは皆様にそのデジタルビデオの高画質とさまざまな撮影機能をご覧いただくために比較したものです。ソニー VX1000 は信頼性の高いオート機能を搭載しています。しかしそのオートは 100% 撮影者の意図を反映できるわけではありません。さまざまな撮影条件下で、また編集においても撮影者の要求するイメージを実現する。そのために VX1000 は多くのマニュアル機能や最先端技術を搭載しました。その中から VX1000 の持つ特にユニークな6つの機能をご紹介します。フォーカス無限遠。ガラス越しの風景などのオートフォーカスが苦手とする被写体を撮る場合は、フォーカススイッチを無限遠にします。このモードではフォーカスは強制的に無限遠に合い、見苦しいハンチングが生じることを防ぎます。ND フィルター。撮影時光量が多すぎると絞りが最小に絞られ、光の回折現象によるボケが起きる場合があります。それを避けるため VX1000 は約 3.5 絞り分光を減らす効果のある ND フィルターを内蔵しています。 ND フィルターがオフの場合は背景の花がうるさく感じられますが、 ND フィルターをオンにすると絞りが開き、被写界深度が浅くなるので印象的な映像を撮ることができます。シャッタースピードの調整。
高速シャッターは最高1万分の1秒までカバー。逆にスローシャッターは30分の1、15分の1、8分の1、4分の1秒の4種類。このようにシャッタースピードを変えることで映像は大きく変化していきます。DV 端子。 DV 端子は映像と音声を同時にデジタル信号のままやり取りするための端子です。将来コンピューターや周辺機器に応用が広がれば、撮影した映像をデジタル処理することができるようになります。この端子同士を DV ケーブルでつなげば、画質と音質にほとんど劣化のないデジタル編集ができます。カスタムプリセット。カスタムプリセットは撮影する画質を自分の好みに応じて調整する機能です。撮影スタンバイ中にバッテリーカバーを開け、メニューボタンでカスタムプリセットを選択します。これにより色の濃さ、色味、明るさ、シャープネスを決定できます。また調整済みのプリセットは簡単に工場出荷時の設定に戻すことができますから安心です。カスタムプリセットのうち、色の濃さ、ホワイトバランスシフト、AE シフトの3項目をそれぞれ最大の変化をつけて撮影しました。はじめは色の濃さを変えてみました。ホワイトバランスを調整することで、青みや赤みの強調が程よく行えます。AE シフトを調整すれば、オートのままでハイキーやローキーの絵が撮れます。カスタムプリセットの調整では、フィルターワークやカラーコレクターとも違った変化がつきます。ぜひ自分の好みを見つけて、あなた専用の VX1000 にしてください。文字の部分にご注目ください。ソフトとハードの違いがよくわかります。録音レベル調整。オートロックスイッチを真ん中のポジションにし、録音レベルボタンを押します。それからコントロールダイヤルを回せば、マイクからの音量を21段階の範囲で調整できます。もちろん同録音声のカットまで可能です。さあ、それでは従来の家庭用ビデオカメラの映像とは次元の違うデジタル映像の美しさをご覧いただきましょう。最初は動きのない被写体です。SVHS にダビングした映像をご覧いただいているので、 DV 本来の実力を十分にお伝えできませんが、オリジナルの絵は画面全体に圧倒的な安定感があります。またノイズが立たず、輪郭の描写が実に素直で自然です。ここではガラスの透明感、エッジの滑らかさ、切り子のシャープさがわかります。バックの暗部がしっかり沈み、ハイライトのニスの艶がリアルです。弦の太さの違い、弓の斜めの線も鮮明に描写します。画面の中では小さな面積しか占めない花びらやおしべなどにも確実に色が乗っています。またお盆のハイライトからシャドウ部にかけてのグラデーションが実に滑らかで、
信号に豊富な情報量があることがうかがえます。解像感が高いので細かな模様も確実に描き出します。また細部にも偽の色が乗らず忠実な色再現ができます。次は動画です。女性の顔に映る微妙に変化する光に特にご注目ください。水面の照り返しが肌に微妙な変化を与えていますが、こうしたデリケートな表現も確かに再現します。また背景の楓の葉もしっかりと描きます。今度は桜の映像です。桜の花の微妙な色やその柔らかな質感が見どころです。花びらのデリケートな色、質感、柔らかさや湿り気まで伝わってくるようです。引いた絵でもつぶれが少なく色再現が豊か。またハイキーな表現でも白の階調は保たれ、色がいたずらに飛んでしまうことも少なくなりました。これは DV フォーマットの情報量に加え VX 線がカメラ部に 3CCD を搭載したことが大きく貢献しています。ここでは DV とアナログビデオの画面を比べてみましょう。この画面は VX 線のカメラ部を通った映像信号を一つは DV に、もう一つはアナログビデオにそれぞれ録画したものです。良い撮影条件ならアナログビデオの画質も善戦します。しかし DV に比べてノイズの発生が多く、画面の安定性に欠けるアナログビデオが総合的画質で DV に及ばないのも事実です。ご覧いただいているテープが2回のダビングを経た SVHS のため、デジタル本来の能力を 100% お伝えできないのがとても残念ですが、色のさえ、鮮やかさ、みずみずしさ、シャープネス、そのすべてが従来の家庭用ビデオカメラで撮影された映像とは格段に違うことがお分かりいただけたのではないでしょうか。さあ次はさらに微妙な色合いにこだわり、スローシャッター効果も交えた夜間撮影の映像をご覧いただきましょう。ご覧いただいている映像は4分の1から8分の1秒のスローシャッターで川面に映るネオンを撮ったものです。多彩で色の純度が高いこうした複雑な色再現ができるのも 3CCD の実力です。いかがでしたか？ 3CCD の VX 線が特に微妙な色の表現に強いことがお分かりいただけたと思います。さて、ソニー DCR-VX 線は高画質はもちろんですが、その他にもさまざまな映像効果を内蔵しています。これからご覧いただく映像は、カメラに内蔵されたオーバーラップやコマ撮りなどの特殊機能で撮影したものです。それぞれの撮影方法は後ほど触れることにして、まずはその特殊映像をダイジェストでご覧ください。カメラを固定し、花を増やしていきます。そしてその度にオーバーラップをかけました。オーバーラップでつなぐとこうしたマジックもできます。スローシャッターの有無ブレを表現に積極的に使ってみました。8分の1秒で撮影しています。同じブレでもメインの被写体が動かなければこうした画面になります。スローシャッターで撮影し高速再生すればこのような表現もできます。コマ撮りで撮影すれば時間間隔を超越した映像もできそうです。ダイジェストでご覧いただいたわけですが、今の映像はオーバーラップ、インターバル撮影、スローシャッター、コマ撮り、
このわずか4つの特殊効果だけで撮影されています。こうして撮影した素材の一部にはデジタルダビングの際に再生側で静止画再生、スロー再生、2倍速再生、早送り再生をかけた映像もありました。それでは今ご覧いただいた映像の撮影方法をご紹介しますが、その前にここでも使っていた特殊再生について少しお話ししておきましょう。デジタルビデオでは従来の家庭用ビデオでは考えられなかった美しく鮮明なスローやスチルの再生ができるようになりました。今ご覧いただいているのは従来のアナログビデオカメラでスローやスチルの特殊再生をかけた時の映像です。ひどいノイズが発生し、まともな映像にならない場合がありました。ご覧いただいているように VX1000 でのスローやスチルなどの特殊再生ではほとんどノイズは感じられません。特殊再生画面をそのまま別のテープにダビングすることも OK。 従来の家庭用ビデオではできなかったノイズレスの特殊再生とそのダビングが可能になったのです。ただ、どんな特殊再生でもできるわけではありません。例えばこの高速再生や2倍速再生では見苦しいデジタル特有のブロックノイズが目立ってしまうこともあるのです。それでは先ほどの映像の撮影方法から見ていきましょう。オーバーラップというとこんな映像を思い浮かべますね。このようなオーソドックスなオーバーラップができるのはもちろんですが、ソニー VX1000 のオーバーラップには今までにない新しい機能が追加されました。シースルー機能。そこでちょっと凝った特殊撮影もできるようになったのです。ソニー独自のシースルー機能。それはオーバーラップ撮影モードにするとファインダーの中に重ねる前の映像がうっすらと現れる機能です。まずはじめに絵の具を実際に撮影しておきます。次にカメラをオーバーラップモードに変えるとボタンを押すと絵の具の映像は簡単に呼び出すことができます。その映像がうっすらと見えます。これを除きながら紙に絵を重ね書きすればこのように簡単に実写と似たような絵が描けます。完成した絵を実写とオーバーラップすればちょっとした特撮の完成です。前の映像を呼び出してオーバーラップをかければこんな映像もできます。目の位置を正確に合わせることができるのでスムースな切り替わりが可能になるのです。オーバーラップとシースルー機能を使えばこんな特殊効果も可能です。一度撮影した映像のオーバーラップ部分を巻き戻してさらにオーバーラップを何度も重ねていくとこうしたストロボ効果風の映像になります。エディットサーチを使えばオーバーラップした位置をフレーム単位で探せますからこうした複雑なオーバーラップもできるわけです。次はインターバル撮影です。
インターバル撮影では次の撮影までの待機時間と1回の録画時間をそれぞれ4段階で指定できます。例えば録画時間を 0.2 秒、待機時間を30秒と指定し、録画スタートすれば、カメラは30秒ごとに 0.2 秒の撮影を自動で行います。これと似た効果にコマ撮りの機能がありますが、こちらは少し違った表現になります。スチルカメラで撮影したフィルムを素材にしたスチルアニメーションをご覧いただきましょう。ライトボックスの上にフィルムを固定し、コマ撮りをします。フィルムを1コマ動かして固定し、コマ撮りを繰り返します。名付けてフィルムアニメーションの出来上がりです。コマ撮りは1回に 0.2 秒、つまり6フレーム分の撮影ができます。カメラが動かないようにリモコンを使います。さて、ソニー VX10 にはスローシャッターの機能もあります。60分の1秒以下のシャッタースピードは30分の1秒、15分の1秒、8分の1秒、4分の1秒の4種類。電気的な露光時間が長くなるので、暗い場所での撮影には効果があります。ただしその分ブレますから、使い方には注意が必要です。この撮影法の弱点、ブレはスピード感の強調や面白いイメージ作りの手段に使えるでしょう。ライトボックスにこのような仕掛けをします。白抜きのインスタントレタリングに色セロハンを貼り、数字だけが発光するように細工します。カメラを振ったりズームしながらスローシャッターで撮影します。固定されたただの数字がまるで生き物のように動き出しました。これとは反対に、今度は VX10 の誇る1万分の1秒という高速シャッターとスロー再生を組み合わせた例をご覧いただきましょう。ところで VX10 には豊富な周辺アクセサリーも用意されています。ここではその中でも特にユニークなこのビデオフラッシュをご紹介しておきましょう。ビデオフラッシュはこのようにカメラに簡単にセットできます。これを使えば暗い場所や逆光などの条件でもまるで写真を撮る感覚でデジタルビデオに美しい静止画を約7秒間記録することができるのです。このようにビデオフラッシュと写真用アンブレラをつければ光を和らげ雰囲気を出すこともできます。このような近接撮影でも柔らかな光で色鮮やかな映像を記録することができます。もちろんこの撮影中は音声も入りますから、旅の記録でも活躍しそうです。取扱説明書には書かれていない隠し技、カラーバーの出し方をご説明します。電源を切ったままスタートストップスイッチをスタンバイにします。フォトとスタートストップスイッチを押したまま
電源をカメラにするとカラーバーが出ます。録画をスタートするとカラーバーが記録できます。このようにソニー VX10 は撮影者のさまざまな要求に応えるデジタルビデオカメラです。皆さんもこのデジタルの映像に触れてみませんか？いらっしゃいませ。本館店長の佐藤です。今回の富士屋 ABIC 情報は今売れに売れているソニー DCR-VX1000 のおすすめアクセサリーについてのご紹介です。では紹介してくれるスタッフにバトンタッチして私は後でお会いしましょう。丸徳情報のお知らせもありますのでお楽しみにしてください。本館の宮原です。こちらのマイクで音のグレードアップをお試しください。オーディオテクニカの AT886 私のおすすめです。それにワイドコンバーターレンズがぜひ必要です。私のおすすめはソニー VCL0752H です。ぜひお試しください。私萩原は長時間の撮影が安心して行えるバッテリー日本電池の PC3100 をおすすめします。やはり途中でのバッテリー切れを気にしては安心して撮影ができませんからね。はい、私坂田がご紹介するのはこちらの方 ABIC オリジナル三脚の方で、ヘッドの方がベルボン、足の方がマンフロットになります。 VX10 でなかなか使いやすい三脚がないっていうことで ABIC の方でオリジナルでセットしてみました。こちらの方大特価で 49,800円、どうぞこの機会によろしくお願いします。はい、プロビデオショップの住と申します。私がご紹介しますのはソニーの FXE120、オールインワンタイプの、コントローラーになります。今まで別売りだった VBOX、これをA と B と、2つ組み込みしてますんで、ランク端子の方が要はついてたわけですね。そうなると、すみません、お値段ちょっと上がってるんですけれど、コストパフォーマンスがすごく良くなってますんで、結果的にはすごいお買い得じゃないかと思いますんで、一度こうやって試してみてください。富士屋 ABIC プロビデオ店店長の石曽と申します。当店でのおすすめ品といたしましてはこちら、今音声が入っておりますレクサーのワイヤレスマイクシステム、それにこちらソニーの業務用モニターテレビ PVM14N1J など業務用民生用にかかわらず VX1000 に使える品をたくさんご用意してお待ちしております。どうぞお問い合わせください。また私どもでは中古品の販売もいたしております。チェックを重ねました中古品、どうぞ店頭でお手に取ってご覧ください。また新品中古にかかわらず全国への通信販売を行っております。安全確実な代金引換便、こちらも行っておりますのでどうぞご利用ください。商品在庫ございます場合は午後3時までにご注文いただければ、本州地区の場合は翌日、その他のほとんどの地域では翌々日にお客様のお手元に商品が届きます。ぜひご利用ください。梱包を担当している山本です。私が責任を持って荷造りしていますので、どうぞご安心ください。冒頭で申し上げました丸徳情報のご案内です。これから VX1000 をお求めになられるお客様、このビデオテープをスタッフに見たとおっしゃってください。ただいまクリーニングテープと用品ガイドをプレゼントしております。もちろん価格は ABIC 大特価でご奉仕しております。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご連絡お待ちしております。